県の苔見沢です。今朝も苔の収穫から、スタートしたいと思います。今の時刻が5時27分。今日は5時前に起きて、皆様からいただいたご注文の確認をしてチェックして、それから、コーヒーを買って今栽培補助に向かっているという感じです。で、今日はまた収穫した苔の発送作業の撮影などもしながら、この苔農家の Vlog 動画をお届けしたいなと思います。Twitter でロンさんという方から苔のご注文をいただきまして、それでせっかくなのでその収穫した苔の撮影、発送までの作業なども撮影してみたらどうですかということでお声をいただきまして、そのままやってみたいなと思います。ツイッターで、ね、そうやってご意見いただいたりとか、こうやってツイッターでお声掛けいただいたりとかですね、でも本当にもうそれも嬉しくて、でロンさんもいろいろいいアイデアをかなりいただきましたので、それもね一個一個もう全部このようにしたいなと思って今日、思ってます。本当に参考になるので嬉しいですね。圃場に到着しました。今日は気温も0度になってて、で最近ね霜が降るようになったんですけども、ここももう凍ってますね。バリバリに凍ってるな。すごい。これは砂苔ですね。バリバリに凍ってる。寒いすげえな。そうですね。こっちもバリバリに凍ってキラ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 してます。綺麗だな。今からね苔の収穫をして戻りたいと思います。卵苔なんですけども、卵苔もすごいバリバリに凍ってる。カチカチですよ。卵毛がカチカチすげえすごい。高野の万年草もバリバリに凍ってますね。すごっで、これから収穫したいんですけども、栽培用のトレーもこれ今ガチガチに凍ってて、これすごい。これもう蓋が取れないです。あ、もう取れた。よいしょ。こんな感じでバリバリですね。取れるのかこれ。よいしょ。うわ、あ、取れた。なんとか。よいしょ。うわ、ガチガチです。すごっ。一回水かけた方がいいかな。ちょっとシャワーで水かけてみようかな。今ね、ここのホース、いつも出てる水ですね。ホース繋いだんですけど、シャワーに。多分ね、シャワーの中がもう凍ってて、水が出ないですね。これはまた昼来て、ちょっと水を通すようにしないといけないな。やっぱり水って、こうやって流しとかないとね、流しっぱなしにしとかないと凍結しちゃいますよね。それをね、また一つ勉強になりました。よし、車に積んでた噴霧器を出してきました。やっぱり水かけないと高野の万年草がバリバリなんで、ちょっと収穫が難しいので一回水かけて溶かすことにします。
ール。よいしょ。凍った高野山万年草。溶けるでしょうか、これで。よっとかけてみよう。よいしょ。いけるかな。どうだろうな。ちょっと今、試しにね、石トレだけ水かけてみます。山の水なんで、山の水自体もちょっと冷たいんでね、どうかな、うまく溶けてくれるかな。よいしょ。どうでしょう。うん。あ、柔らかくなった。いいですね。いい感じ。うん。よしよし。じゃあこれで他のトレイも溶けちゃおう。色の違いがわかるでしょうか。水かけると。凍結が戻っていくというね、溶けて、で、毛先柔らかくなりますね。いいですね。よっ、これもトレイが取れない。よいしょ。よっしょしょしょ。よっか。よっ、おダメだ。トレイが取れない。そうこうしてるうちにね、今6時過ぎましたけど、ちょっとずつまた空も明るくなってきてるので、作業もやりやすくなると思います。はい、収穫も終わりまして、今戻っております。今6時半過ぎですね。ちょっとずつ外も明るくなって、収穫が終わる頃にはね、夜が明けてくるという感じです。これ山入ると今霧晴れてるんですけれども、またね自宅付近に戻ってくると霧がね結構濃い状態になるんじゃないかなって感じです。ダム近くなったらこんなにね霧が濃くなるんですよね。そうこれはね、また朝昼前ぐらいまではねもうこの霧晴れないんですけども、湖上近くのね場所と全然違うでしょ、霧の状態が。これやっぱりダムがあるからですよね。先日ねうちの地元のお祭りで相撲のお祭りがありまして、ちょっと久しぶりにねお祭り行ってきました。地元のお祭りに来ております。ちょっと顔だけ出そうかなと思ってご飯を食べに来ました。They say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. It takes all your will when you try to smile. まだねちょっとコロナの影響とかがあるんでお祭りの規模がねかなり縮小されて開催されたんですけれども、やっぱお祭りとかがあるとねちょっと気分が変わるというかね楽しいですよね。お祭りをねやっぱこう運営
してる自治体の方々とか地元の商工会の方々とかね、お疲れ様でした。楽しませていただきました。そういった方がねいるから、ああいうお祭りも開催できるんだよね。本当にありがたいですよね。じゃあちょっと卵木からね収穫してきたやつ洗浄していきたいと思うんですけれども、今ね試しに温度計で測ってみた。 0.2 度、ほぼ0度ですね。すげえな。これなんかちょっと外に置いといたんですけども、凍ってますもんね、まだね。カチカチなんですよ。よいしょ。この洗浄したりで梱包したりとかした後に出てくるこういうくずがあるんですけれども、これもまた播種するんですよね。播種してまた増やす種苔に使うんですけれども、その種苔のその増やし方ですね、それを教えてほしいというコメントもいただいてますので、またそれもね後日紹介したいと思います。苔テラリウムを作った時に苔が余ったりねする時に、普段ねその後ご自宅でどのように保管すればいいかとか、そこからね余った苔を栽培することもできるんで、その栽培の仕方なんていうのもご家庭でできるやり方をね今度ご紹介したいなと思ってますけれども、撮りたいコンテンツがね結構いっぱいあって、いろんな苔のことね、いろんなことをご紹介したいんですけれども、一個一個ね焦らずに形にしていければなと思うんですが、撮りたいコンテンツがいっぱいありますね。今日はね霧が晴れて昼太陽が昇ればすごく暖かくなるみたいなんで、それまで頑張りたいと思います。今10時半になりました。気温もねちょっと上がってきて 5.8 度ね、日の光も入ってきてだいぶ暖かくなりましたね。朝凍ってたんで他の梱包の処理してたんですけれども、今はもう多分大丈夫だと思うんで、苔のねまた下処理進めていきたいと思います。水も今温度上がって11度ぐらいになってすごいな。処理していきたいと思います。これはね朝ヒバオイルとで防虫のオーガニックの防虫剤ですねを入れてつけておきました。栽培のコロニーなんで虫の混入とかはねほぼないというふうに考えてはいるんですけれども、ゼロとは言い切れないんでね、防虫もしっかり薬で防虫しております。でしかもその防虫剤もオーガニック、天然由来のですねオーガニックの殺虫剤というか防虫剤というかそういうものなので、全然全くこう
健康面というかね、そういう薬剤的な、成分的にも安心な薬剤を使ってますので、いいかなと思います。あとね、梱包の前に弁礼としてですね、はい、よいしょ、消毒もカビ対策も万全にしていきたいと思います。卵系はですね、この栽培しててもね、中にね、いろんな苔が混入してですね、混在して、他の苔と仲いいですね、卵苔は。コロニーがやっぱりこう、もっこりと、立派なコロニーを形成してくれるので、そこにね、他の苔もね、そのコロニーを利用して、こう繁殖したりとかですね、するような状況っていうのは結構見受けられます。別に害はないんですけれども、一応商品としてですね、お届けする際には、一通り他の苔が混入がないように、こういうようにですね、取り除いてから発送処理をしております。この柵の後ですね、この柵。この茶色いのが卵系の特徴的な卵系の柵なんですけれども、これ柵がもう役目を終えた柵が残ってるんですね。で、これはピンピン出てるので、可能な限りこれも取るんですけど、やっぱりどうしても細かすぎてですね、取りきれないこともあったりします。そういった時はですね、ちょっとご容赦いただければと思います。なるべく取るようにはしてるんですけれども、どうしてもですね、このコロニーの中に入り込んでるものとかは全部取りきれないので、なかなか難しいところです。卵系のですね、この柵なんですけれども、こうやって役目を終えるとですね、茶色くなっていきまして、役目を終えた柵はですね、苔テラリウムで使う場合、そのまま残しておいてもいいんですけれども、カビがそこに出やすいんですね。柵は役目を終えてしまうと、もう、分解されやすくなるので、カビなどがね、やっぱつきやすいですね。結局こういうのもですね、お客様が実際にお手元に届いた後、苔テラリウムで使うときはこういうところは使えないので、そういうのをですね、もうなるべくなくそうと。お客様はもうそのまま届いた時に届いたままの状態ですぐにですね、使えるようにしたいなというふうに思っています。なので私もすぐに使えるようにですね、なるべくそのような状態でお届けできるように処理をしています。そうなんですよね。このゴミを取ったりとかですね、していると結局カスが出たりというかしますよね。その使えない部分っていうのは出るんで、ロスが。例えばこれだけのお届けしたとしてもですね、実際に使える量はその半分ぐらいだったみたいなですね、そういったこともありえますので、もうなるべくですね、パンパンにこう詰めますよね。そしたらもうそれが全量使えるようにですね、お客様に全量使えるような量でちゃんとパックしてお届けするというふうにしています。で、他の苔屋さんがですね、どのようにされているのかちょっとわからないんですけれども、おそらく山取りしてきた苔をそのまま販売されているようなところは、こういった処理、ここまで細かい処理していないので、実際はですね、使える部分っていうのは結構減ります。ぶどまりが悪いというかですね、実際結構多めの量をですね、買ったとしても、実際使えたのはですね、その3分の1だったとか、そういったこともですね、あるようなので、やっぱりですね、こう全量でちゃんとお使いできる量をですね、お届けしたいなというふうに、西洋苔では考えています。苔、お届けするのにね、お客様にね、喜んでもらえるように、こういう細かい作業、やっています。でこの下の方もね、ここはもう明らかに使えないので、こういう部分はもうあらかじめ切っておきます。でかといってですね、あんまり短くしすぎると、
コケテラリウムで使う場合にですね、結構用途が限られてくるんで、もうちょっと長く植えたかったなとかですね、そういったこともあると思いますので、なるべく残します、下の方は。ですけれども、どうしてももう土がついてる部分とかですね、明らかにそのコケテラリウムで使う際にもカットする部分ですね、そういったものは私の方でカットしてお届けするようにしています。パンパンでいいですよね。よし、こうやって、今日もまだまだあと6個ぐらいかな作らないといけないのでやっていきます。